須田年表。婚姻関係は4年で終わります。早い。年男2人暮らしでバーン。言うこと聞くしかない。年をタクシーの運転手になる。一日家にいないこととかも出てきちゃう。拓也をどうしよう。自分一人では面倒を見れない。施設です。母方のおばあちゃん、私が面倒を見ます。6年生の時に脳梗塞になっちゃう。僕だから小6でいきなり一人暮らしです。パップコーン YouTube チャンネル。すげえな。すごいね。今12歳までを喋ったわけです。中1で今度だからおばあちゃんがちょっとそうね。まあそこまでまずははい一人暮らしまで始まってしまったと。はまだ小6だよ。小6だ。い。グレるっていう要素はもう僕には全くなかった。ヤンキーとかじゃならなかった。そっからグレる余裕がないんだ。グレてないもんね。グレてる場合じゃないもんね。なんだろうね、多分。生活があるじゃん。そうだね。甘える人がいないってことそうね。反抗する相手がいないんだよね。だからそう多いか。な。反抗する相手がいないないとグレないんだ。反抗期、ここまで反抗期ないまんま生きてきてるからね。おばあちゃんはまあ甘えれたんだけど、甘えれたけどでも3年間で入院しちゃうんだもんね。そちょっとどうなのこの後。うでこの後、まあおばあちゃんが半年の入院を経て帰ってくるわけです。大丈夫だったんだおばあちゃん。まあ一応命は取り留めました。まあでも左半身はちょっと麻痺がちょっと残ってる状態なんで、これ毎日リハビリしなきゃいけないわけですね。だから俺は家で毎日おばあちゃんをマッサージするんです。介護もやりだしてる。はい、そうなんです。マッサージしないとしびれて動かなくなっちゃうんで。毎日リハビリ。毎日リハビリでね、毎日マッサージをだから家帰ってきてから30分、毎日それしないと本当体が動かなくなっちゃうからっつって、麻痺してるから思いっきり力入れないといけないから、すっごい俺それで筋肉ついたっていう。筋トレじゃない、毎日30分マッサージしてたら、そうだね。めちゃくちゃ筋肉ついて。でもその介護のおかげもあっておばあちゃんはもうそこから一切悪くならずにね。おお、よかったよかった。そうそう、まあ、病院も通院しながらもこの後は入院しないんですけど、で中3の時ですね、僕が15歳。まだまあここまではねおばあちゃんとの毎日リハビリ生活をしてて、俺が中3の時におばあちゃんから「お母さんに会いたいか?」って言われるわけですよ。9歳から会ってなかったお母さんに。揉めてたんでしょ。だっても揉めてました。絶縁状態。言葉で言うと感動されてるわけですね。そうだね。会いたいかと。で俺はその時は素直じゃないからまあ会えるんだったら会ってもいいし、まあ、会えないんだったら会えなくていいかなみたいな答え方をしちゃったんですよ。実際の気持ちはどうだったの。多分もうこれを知ってたから、このおばあちゃんと揉めてること、なるほどね。で当時はもうおばあちゃんと住んでるからおばあちゃんの味方でもあるわけですよ。はいはい。おばあちゃん派というか。そうそう、おばあちゃん派になっちゃってるから、だから自分の気持ちを押し殺してはいるんですね。会いたい、多分会いたいんでしょ。でも会いたいって言ったらおばあちゃんがショック受けるかなと思っちゃってるから。そこまで考えてるんだ。15歳で考えすぎだよ。だからここまで俺全部相手の気持ちを考えて生きてますから。だってこの人がいなくなったら俺一人になっちゃうから、俺その人のもう様子を伺って生きるからさ。見てる人泣いてるよ多分何人か。いやちょっと俺もちょっと泣きそう。泣きそうになるなこれな。俺も今喋ってて泣きそうですけど。で、まあ会えるんだったら会えし、会えないんだったら会えなくていいかななんて言ったら、おばあちゃんが実はお母さんがもう来てますと。はあ、おばあちゃん。ちゃんと謝って戻ってきてた俺が会いたいと言えば戻らせようと思ってたらしいんですおばあちゃんは。じゃあ俺が会いたいって言わなかったらそのまま返そうとしてたらしいんで、そこで俺がまあ会いたくないかなって言ったら多分もう一生会えずに終わってたからですよ。だまあ曖昧な答え方でしたけど、まあ会いたいっていう気持ちがあるんだったらじゃあ会いなさいっつってまあ会ったわけですよ。9歳からだからもう6年ぶりですよ。長いよこの子ちっちゃい子にしてね。そうだね。一人暮らしもして。4歳から9歳までもなかなか会ってなかったから、本当だね。足掛け12年ぐらい11年ぐらいか会ってなかった母親にご対面ってなって、まあお母さん号泣してるわけですよ。ごめんねごめんねって言うんですけど、俺なんかすごいその時冷めちゃって、すごい泣いてる。でも別に悪いことしてるわけじゃないのにと思っちゃったんですよ俺。なんでそんな泣いてんだろうみたいな。俺からしたら別にそんなに悪いことされてませんけどみたいな。でもお母さんからしたらこうやっぱ
俺より、いやいやいや、考えちゃうよ母ね。親のからしたらもうなんてことしたんだと思っちゃう。恨んでるだろうなみたいな気そうそう、持ちもあるでしょ。それもなく、だから俺全く泣けもしなくてその時。まあそうか、まあなるほどね。まあまあまあ、だってもう一人で当たり前みたいな。そうそう、だからもう一人だし、まあ、おばあちゃんがもう俺の親でしたからそうだよね。今更感動の再会でもないの。そうそうそう、まあ、またお母さんと会えるんだぐらいです。そう、中3ぐらいからは母親が毎週末ウィークでは仕事があるんで東京に住んでたんで、週末だけおばあちゃん家に帰ってくるんですね。で、まあ、週末だけお母さんが来るって、まあでもなんかそっからなんかすごい楽しくなったんですよ、やっぱ。毎週母親に会えるっていう。まあまあどっかで求めてたしね。どっかだから多分そこで初めて気を許すというか、気を張らなくていいんだにこの時初めてなったんですよ。安心感が多分自分の中に出て、やっと家族がどこ出ても2人だけだったんで、家族が1人増えて、あ、なんか安心だな、家族ってこうなんだながああよかったよ初めて、かった。週末だけですけど、でね、これどうなるんだって思うじゃないですか。こっからじゃあ2人で住むのかな、母親もと。うそうだよね。僕が12歳の時に親父が再婚してるんです。ああここでね、まあそれは新しい奥さんと再婚してるんです。で、まあこの時もまあ親父がちゃんと俺に相談も来て、結婚したい人がいるんだけど結婚していいかと、12歳の俺に相談するわけですよ。まあでもちゃんと筋通しみたいな。まあ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 、でも俺はまあ別に、まあ親父が結婚したいんだったらすればいいんじゃないと。まあ俺のお母さんになるわけですから、でも俺はその時はそういう気があんまりないから、小6だし、あ、まあいいんじゃないですかみたいな感じで、ここで、中1、13歳の時に妹ができるわけですよ。あ、義理の妹。はい、義理の妹がね、初めてできて、だからここで兄弟もできて、で俺が15歳の時に2人目の妹がねできるわけですよ。妹が2人いるんです。でこれが15歳の時で、まあ4人家族になってるわけですよ、向こうがね。したら父親が僕が高1の時です。16歳の時になんだ一軒家を建てます。おお、今までずっ頑張とったね。ずっと2人で住んでたアパートに一緒にみんなで住んでた。ああ、そうで4人になってさすがにちょっと手狭だからっていうことで、まあ一軒家を建てたんですよ。頑張ったお父さん。はい、親父が運転手頑張ってタクシーやってで一軒家を建てました。親父が、お前の部屋もあるぞと。なんだ。おお。だね。そのために家を建てたからなみたいな。確認ですけど施設に入れようとしてた人ですよね。まあ俺は正直なわけですよ。そうだよね。まあね。おばあちゃんと、まあ、母親も週末帰ってくるし、まあ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 悪い生活ではないなとは思ってたんで、まあ家族の感じもあったしね。そしたらおばあちゃんが「あんたお父さんとこ行きなさい」さらっと。俺がだから高1ぐらいになってきて、おばあちゃんの言うこと聞かなくなってきてるんですよ、この頃は。ああ、やんちゃが出たんだ。ちょっともう高校生ぐらいになってきて、そうかそうか。あもうおばあちゃん的にちょっと手に負えなくなってきた。サッカー部にも入ってたんで部活は真面目に行ってるんですけど、まあグレるじゃないけど。グレるじゃないけど、まあ、言うことは聞かなくはなりますよね。夜まあ夜中あ、で遊びに行っちゃったりとか、あるあるある。そりゃそうだ。不良になっちゃうと思ったんでしょうね。グレちゃうって多分おばあちゃんが思って俺は高1から親父の家に、旅するね。しかももう出来上がってる家族いや、よくいや向こうの家族は大丈夫だった。だから奥さんも今はめちゃくちゃ仲いいんだよあれですけど、全く一緒に暮らしたこともない、いきなり16歳の男が来る。ドキドキしちゃう。ね。 16歳来るのドキドキしちゃう。でも年男の息子だってことは分かってるわけですよ。顔もそっくりですね。そう顔って本当にそっくりなんだよ。まあそれはもうしょうがないじゃないですけど、まあまあいいでしょうってなって、俺はだから16から急に新しい家族でももうなんか環境変わりすぎじゃない？すごいね。でもここまですごくないですか？すごいっす。だからもう本当にこれもう隠さず言いますけど、居場所がないんですよ。そうだよね。そりゃそうだ。そうだよね。だからサッカー部やってたんですけど、まあ部活やりながらバイト始めますからね。あ、痛くなさすぎて。そう、家にいないようにしようと思って。ああ。自分の部屋はあるんですありますけど、言いづらいよ。だって親父いない時もあるんだから。
タクシーで仕事行ったら奥さん妹俺ってわけわかんない状態ですよ。なるほど。思春期だしね。はい、まあ思春期っていうかもう家族じゃないわけです俺からしたら、知らない人と一緒にいなきゃいけないから他人だもんな。はい、それが耐えられないから、だから俺はもうバイト始めます。それでバイトなのね。はい。でも高1からバイトがバイトが始まるのか。で部活もやってるから、部活終わってそのままバイトに行くわけですよ。すごいな。別になんか金貯めたいわけでもないわけ。金貯めたいわけですよ。家にいたくないの。家にいたくない。もうみんなが寝静まってからじゃないと家に帰りたくない。本当に帰りたくない。まあ入りたくない。まず相当嫌だったね。敷居をまたぎたくない。火しか使わないんだから。まあそうだね。向こうだってそうでしょ。実際嫌だったのかね。そんなことはなかったんじゃないの。いや嫌だったと思います。これ証拠にですね。証拠。俺の洗濯物は一切してくれません。これでも自分でしてくださいって言われてたんで、もうその時点でそうだよなと思いますし。そうだよなではないと思うよ。まあひどくない。受け入れたんだからさ。してくれるか。まあまあでもそれはまあ俺の中からしたらまあしょうがないなと。この時もう洗濯してますしね、一人で小6の時も洗濯覚えてます。だけどまあそうなんだけど。まあもしかしたらあと奥さんにゴリ押しした可能性あるからね、親父が。まあね、まあでまあそんなこんなで早く家を出たいわけですよ。まあそうなるね。ね、いたくないよね。だからまあ高校3年間一緒に住んでますが、卒業してまあ浪人中まではこの一軒家にずっといまして、だから僕高3の時にもうとにかくどこでもいいから大学入りたかったんで、びっくりします。11個受けました。すごいね。 11個受験して、受験料だけでも結構だから3万5千だったんで38万5千です。そうだよね。でもバイトしてるからね。バイトもしてますし、この受験代は母親が出してます。まあこの時は母親とももう普通に会えてたんで、11個受けて落ちて、まあ浪人して晴れて大学生になって大手を振って家を出ようってなります。やったね。国士舘に入っていい。そう、国士舘に入り、で当時は僕ガソリンスタンドでバイトしてたんですね。でそこの社員さんが一人暮らししてた家を結婚して出るから、住むってなって、でも敷金礼金とかもいらないよ、ラッキーっつって、ですぐそこに。本当は誰っぽいけどね、それね。多いですね、ちゃんと話して、まだ残ってるから契約が。なるほど。そう、契約の範囲じだから。ゃあ大丈夫だね。そう、ちゃんと話してそうなってすぐ出たんですけど、この時のスタンドで働いてた人の影響で僕は芸人になるんです。あ、そこでなるんだ。はい、このスタンドで働いてた人が僕を芸人に、あの人だ。はい、僕が芸人になるきっかけを作ったのがガソリンスタンドで働いてたある人ということで、今回はここまで。うわ、ちょっと待って。すごいな。芸人になるまでをちょっと駆け足でねなるほど。やりましたけど、ちょっと待って、すごくない？もっと細かく話したいんですけど、これ細かく話したら終わらないなと思ったんで。よくさ、そこでさ、芸人になろうと思うよね。ねグレなかったのが良かったね。そう、まあグレなかったのは周りの、でも本当周りが良かったと思います。そうだね。はい、周りの人たちに助けられて本当に一回もそれなかったんで。とにかくでも人のことを気にする人生ではあったんですね。そうなんです、本当に。だから今の僕を形成してるのは多分この幼い頃の経験があるんです。人の目をずっと気にしちゃうんで。これ今後ネタ見た時はね。大丈夫です。今は大丈夫です。今は大丈夫ですよ。笑ってください皆さん。そっちゃうよね。笑っていただいてる。今は乗り越えて。はい、乗り越えてます。今は乗り越えまくってますね。笑ってくれないよね。そうですよ。笑ってほしいためにやってるわけですから。笑わせたいみたいなことになってるんですか、その人と出会ったことで。なんで芸人が急に来るの？これはだから芸人編？それは芸人編でお届けしたいんですが、まあ夢がもう僕サッカー選手になりたかったんですけど、J リーガーになりたいってサッカー始めたけど、もう16歳で周りのレベルの高さでもう挫折してるわけですよ。キーパーだっけ？そう、キーパーやってたんですけど、身長もそんなにでかくないし、で選抜とか選ばれた時にレベルが違うので、圧倒的に違うんだね。あ、俺これ多分プロになれないやって、もう16歳で思っちゃったんで、一生懸命やってるのに超えられないぐらいの人がいるから。で夢をだから挫折して何もなりたいものがなくて、まあ、皆さんにもね一回言ってた役者になろうなんて思っちゃったことも
当時。この頃ある。そうです。だから浪人中ですね。もう夢がないから。だから俺高3の時に大学じゃなくて役者の専門学校に行きたいって母親に言ったんです。そしたら母親が「いや本当に役者やりたいんだったら、大学行って演劇部に入れ」って言われたんですよ。まあそれでもだからもうとにかく大学に行ってほしいと母親は。で演劇やってそれで本当にやりたいんだったら続ければいいじゃないって言われて。それで大学に行ってバイト先で芸人さんに出会って。そうなんです。だからそこからが僕の人生が変わっていくというか。この辛い過去を変えられるのはお笑いしかなかったのかもしれない。もしかしたら笑いに変えるしかなかったのかもしれないね。そうですね。もしかしたら笑えればと。とにかく笑ってみんなで楽しく生きてれば。ウルフルズやめないとやっていけなかったんでしょうね。そうですね。以上がね、僕が芸人になるまでのね。ちょっと待ってよ。こんなん俺らの人生話したらスペラペラですよ我々。ペラペラだよ。幸せだな。俺たちは幸せだよ。幸せだ。だからなんかやっぱちょっと甘えてこなかったから、なんか変に大人になってからすごい甘えるようになってるなと思います。自分のなんていうの性格的になんかもうここは甘えとこうみたいななんかねなんか反動なんだと思いますね。なんだろうな、褒めてくれって須田さんよく言うけど、なんか褒めてやろうってうるせえなお前とかってなんだ褒めてって思ったけど褒めようって。それここが家族になっちゃってますから俺の中では。俺ですらだって家族の誰よりも一緒にいるもんね。そうだね。アップゴーそうなんですよ。だから身近な人に褒めてほしいっていうのがやっぱりあるわけですよ。魂の叫びだったんだね。そうなんです。そうだったんだ。そっそれはか。でもさ、しょうもないギャグ全部受け入れることになる。いやだからそれを受けてもらいながらアドバイスもしてくれるんで成長していきますんで。すごいね。そうなんです。これは結構でも衝撃だな。この話って誰にもしませんからね。する機会ないよ。奥さんとかにしかないよね。奥さんにもこの話しないんですよ。奥さんも多分ね今日見て初めて知ってると思う。いろいろと。見てる皆さん笑ってください今後。僕は笑ってほしいです。すごいね。乗り越えて今たくましく生きろと。たくましくなるをね体現してます。本当に。たくましく生きてきたね。本当だね。振り返ってみる。でも今こんな風になるんだったらなるって言ってもらえる？いやいや俺もなると思わなかったもん。喋りながら思い出すげえ気楽になんか始めちゃったよ。須田さんなんかお疲れした。いやいやありがとうございます。頑張ったよ。今日ちょっと飯おごるわ。いやいやだってこれがあって今があるんでね。本能として人に好かれたいがずっとあるんだと思います。多分。愛されたい。そう愛されたい。愛されないと生きていけないっていう人生だったんで。多分それが根底にずっとあるんですよだから。ずしんとくるよ。ちょうど授業が終わるチャイムが鳴りましたね。今日はね津田の年表を見ていただきましたけどまだね20年しか経ってないですからね。1998年までのお話ですから。まあそろそろ出会うもんね。そうですね。そろそろあと2年後に出会います。我々ね。はい。ここから2年後です。出会うのが。第2弾とかあんの？わかんないです。誰が芸人からのどうなるか。その引っ張りはある。やりましょうそれで。はということでいい機会でございます。そうですね。また誰か別のメンバーも。はい。これの後にできるかな。いいんじゃないギャップがあっていいんじゃないですか。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。これで低評価を打てないよ。ね。よろしくね。血も涙もない。そうね。抱きしめるっていう評価も。確かにね。本当だね。